今回は、グレンフィディック12年、テイスティングさせていただきます。口に入れた瞬間、蜂蜜と同じような柔らかさを口の中全体に感じるっていうか、なんかエレガントな甘い液体を口に入れたような、そんな印象です。でその後やっぱりウイスキーらしさ、モルトウイスキーの力強さもありますけど、スモーキーなウイスキーとは違う、優しい柔らかい上品なウイスキーの味わいかな。12年の割にはちょっと余韻が長いような気がしますね。どんな人におすすめですか？これ基本的にウイスキー好きの方、もういろんなウイスキー飲んでる方でも間違いなくこう飲み口が優しいし、ホッとする落ち着く感じの味わいかといって、あんまりウイスキー飲んだことない方たちでもこれは最初の始まりとしたらとても入り口のいい、とてもなんか受け入れてくれるっていうか、そんな感じのウイスキーじゃないかな。まあそうだな、これだったらまず最初いろんな飲み方があるけど、まずストレートで一口飲んでみて、なんかこの味わいを感じてほしいっていうか、ウイスキーってここまで柔らかいんだ、シングルモルトのイメージが変わるっていうか、やっぱシングルモルトって結構スモーキーだなとか、ちょっと癖が強いのあるんじゃないかなとかっていうイメージの人も結構いると思うからさ、そういう方たちのイメージをちょっと覆すような味っていうか、ダメなウイスキーはちょっと俺ああいう癖が強いの苦手だからっていう、やっぱりウイスキーあんまり普段ストレートでロックで飲んでないような方たちにもまず受け入れてもらえそうな、とってもいい味わいですね。じゃあ次はこれをロックで飲んでみようか。氷を入れたりちょっと加水したりするとまた味わいっていうのがね変わるからね。じゃあ全然変わるんだね、冷えることによって。なんかスムースなウイスキーをいただいたっていうのがもうすぐにわかる感じかな。綺麗な色だね、やっぱりウイスキーが輝いてるよ。時間を楽しめそうな味っていうか、やっぱり自分の家に1本置いときたいなっていうような感じの。これだったらいろんな、変化球で飲んでもウイスキーらしさもちゃんと保ってくれて、ハイボールなんかにしたらとってもこう馴染みのいいハイボールになるんじゃないかな。ちょっとハイボールでも飲んでみようか。ちょっともう一口だけじゃ。あんまり濃すぎてもあれだし、ジゾス。果実味っていうよりはなんかそうだな、少し柑橘みたいな雰囲気もあるし、そうだね、全体的にやっぱフルーティーだね本当に。またちょっとやっぱシェリーダル特有の柔らかさなんだけど、でもそればっかりじゃないっていうか、ちゃんとバーボンダルとシェリーダルのこのバランスが非常に取れてるなっていうのがよくわかる。かといってウイスキーしてないっていうか、見た目のこのグリーンのこの三角のボトルで、この握った時の感触で継いだ時の継ぎやすさとか、なんかこう全体的にこう全てがここに味に全て出てるような感じっていうか、特徴的なボトルなんだけど、中身はとても洗練されてて、とっても爽やかさもあるんだよな。
このくらい薄いのもいいね。いいね、薄いのっていうか柔らかく作るっていうかね、柔らかいウイスキーをもっと柔らかく作るなんていいんじゃないかな。いやなんかこの三角、この3つの理由があるみたいな、お水、仕込み水っていうか、その湧き水なんだけどね、その水とこの使ってる麦、麦芽、あとはフード、要はそのグレンフィディックっていうこう、ほんと鹿の谷みたいな、スコットランドのフードだと思うんだけどね、スペーサイドっていう、そこの3つのこう合わさった三味が一体になるみたいな、多分そういう表現をしたいっていう意味合いで三角形だっていうのは、それはなんか書いてあったね、いろいろな本とか。俺もそうやってどういう意味なんだろうって調べた時にそういうふうに出てたからさ。うまいね、いいね、気に入ったよ。ありがとうフィディック、ありがとう三角。また来て三角四角みたいなのなかったろ。丸三角四角じゃなくてなんだっけ、また来て三角四角じゃなくあったよな。なんでそれ。じゃあ今日はご自宅、お家で、グレンフィディックをもし飲むんであればこんな感じで飲んだらどうかな、ご紹介させていただいたんですけど、とても楽しい時間をありがとうございました。以上です。ジーザス。グレンフィディック12年はスコットランドの心に息づく洗練されたウイスキーです。フルーティーで柔らかな洋梨の香りと蜂蜜の甘さが特徴で、口に含むと繊細な味わいが広がります。バーボンダルとシェリーダルの熟成がもたらすバランスの取れた深みは、一口ごとに新たな発見をもたらし、初心者からウイスキー好きの方まで幅広くお楽しみいただけます。シングルモルトのパイオニアとして世界中から高い評価を受けるグレンフィディック、興味のある方はぜひお試しください。